こんにちは。こう見えて日本生まれ育ちの幸子です。私は和洋の狭間で育ったがゆえになかなか普通というカテゴリーに属さずに育ちましたが、絶対に自分は一人じゃないと信じて、現在は当たり前とされる普通という概念の枠組みから飛び出して、自分らしく生きる人やストーリーを探しながら旅をしています。本日は私と同じくサードカルチャーキッドとして育ったゲストと、ちょっぴり変わった子供時代や大人になった今の視点について語り合います。世界はまだいろんな国とかルーツが、香りが片鱗が見える世界。どっちがいいどっちが悪いとかじゃなくて、ひっくるめてマイラブふるさとや。比べない。Hi guys! 幸子 here! 旅の途中で大物を見つけました。漫画家として大活躍している星野ルネさんをお呼びして、今日は雑談させていただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお忙しいお時間取っていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ですね、今回は私と境遇が似てるっていうことを、いろんな場面でね、お聞きしてて、でかつ、自分のパッションを追いかけて頑張ってらっしゃるっていうので、ちょっと人生の先輩っていうところでちょっといろいろお話を伺いたくてですね、こうやってお時間取らせていただきました。今日はずっと楽しみにしてました。先輩らしいことが言えるかどうかわからないんですけど、同じ目線でお話できたらいいなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。で、境遇が似てるっていうところからまずはつながりたいなと思ったんですけど、ご出身はカメルーンだけど、人生のほとんどを日本でお過ごしされたっていう。そうね。僕が生まれたのはもう先ほど言ってくれたけどカメルーンで、4歳になるぐらいに兵庫県の姫路市っていうところに引っ越したの。で、理由っていうのが、うちの母親が日本人と再婚したの。カメルーンでね。うちの母親が住んでた場所ってもうカメルーンのほんまにもうかなり田舎のジャングルに近いところで、もう裏すぐジャングルみたいな感じの小さい村に住んでて、でそこに日本の大学の研究チームがマンドリルっていう猿を研究するためにやってきて、で日本人だけでは難しいっていうことで現地人が手伝いをしてたんです。その手伝いをしてたうちの村人の一人がうちのおかんやったんですよ。で研究を頑張らなあかんのやけど、おかんとの恋愛を頑張ってしまってっていういつも使ってる鉄板のやつだけど、で仲良くなって、でもうお腹の中に俺おったんやけど、もう結婚しましょうって。俺の実の父親はもうとっくに別れてたの。そうなんですね。でお腹の中俺おったけど、日本人の父親がうちの母と結婚して、俺が子供になって、で4歳で日本に行ったっていう、これが俺の始まりなんです。なるほど。全く違いますね。違うんですよ。スタートはもうお母さんのお腹の中の頃からずっと日本なんですけど、日本のどこ？石川県輪島市出身です。輪島市だからジャングルではないけどでも日本ジャパニーズジャングルかもしれない。確かにもう本当にGoogle マップで航空写真見たら川があって、ブロッコリーのような山があって、その中にポツンってあるんですよ、うちの家が。なんかテレビで最近あるこんなところになんか一軒家みたいな、そう本当にそんな感じ。自分の母親はロンドン出身なんですけど、後の学生として日本の文化を最初出会って、でそれでこれやりたいって言って日本に来た。ロンドンにいたママが日本のアートに出会った。そうロンドンで展覧会行って出会って、日本行こうって。ちなみにそのロンドンの女性アーティストが日本に行こうと決意させたそのアートは何なの？輪島塗っていう漆なんですけど、もうめちゃくちゃもうマニアックな伝統工芸なんですけど、すごいね。それに感銘を受けたうちの母親もすごいピュアな心してたんだろうなと思うんですけど、それが21歳くらいの時かなに感銘を受けて日本に来て、でそこで5年くらい日本で一人で頑張ってたんですけど、1
回きっかけがあってイギリス帰って、そこでお父さんに出会い、1年間そこで恋愛を頑張り頑張りで、お父さんはもう完全にもう一目惚れだったらしくて、でその時石油会社ですごいいい仕事をしてたんですけど、その時そのお父さんがでも、お母さんが、いや私はやっぱり日本に帰るって言って、そうで別れるか一緒に来るかどっち。おいすっごい二者択一やね。私と来るか別れるかどっちやと。でだからお父さんは、もう仕事はいいから一緒に行くって言ってそこから貧乏人生活始まりました。はアーティストやね。だってママのが日本に行きたいっていうパッションにパパも一緒に引っ張られてる。そうパパはママへのパッションだけでやってきた。まあ恋愛もね一種のアートですからね。そうですね。こういうことも言いましょう。こういうことも言いましょう。恋愛も一種のアートですからね。はい、スタートして5分以内名言出ました。もうこれで今日終わってるぐらい。でじゃあそういう感じで。でここで生まれました。だから。次僕いいですかじゃあ。もちろん。いいですかじゃあ。で俺が両親が出会って。カメルーンで結婚することになるんですよ、日本人の親父と。父がその母親の両親に娘さんと結婚したいんですってめっちゃおじいちゃん怖い顔してるあかんのかなと思ったら、いやうちのプロポーズの仕方はこうじゃない。そのカメルーンのその村のプロポーズの伝統は村人全員に囲まれて円になってる中で真ん中でするんよ。そうなんだ。そうで村人全員に何十人囲まれてる中で真ん中でプロポーズして。それノーやったらめっちゃ辛い。めっちゃ恥ずかしいです全員ノーだったよってなるんやけど、そこはちゃんとうまいこと言って、で結婚して、で俺が4歳になった時に日本に来て、で日本でもちゃんと日本の、教会でもちゃんと結婚式を挙げて、で俺4歳から日本の幼稚園でずっと過ごしてて、だから俺が日本に来た当初話せたのがフランス語とカメルーンのアフリカのその地域の人がもともと話してるンバイっていう部族語がある。その部族語が話せたからその2つを話して、で日本語全く分からんかった中で幼稚園で最初に友達ができたきっかけっていうのがお絵描きの時間。お絵描きの時間に確かにウルトラマンか仮面ライダーかなんかそういうヒーローを俺描いてたの。そしたら周りの園児がちょっと寄ってきてくれて、なんかいいねみたいな感じのことを多分言ってくれた。その時はまだ言葉分からんけど、で絵を描くと喜んでもらえる、いいじゃんってなって、それ以来絵を描くのが好きになって、僕が今だ漫画家やってるけど、絵の出発点はここなん。あ、そうなんですね。絵って言葉がなくてもいいっていうのがやっぱ良かったよね。自分はもう完全にだから日本で生まれて日本で育ってるから、逆に日本語との出会いとか、そういうのはなくて、ないよね。で保育園も多分もう1歳とかすごい結構早い時から行ってて、もう家では英語、家の外では日本語っていうので、あんまりその多分区別もしないまま、ママと喋る言葉、それ以外外で喋る言葉みたいな感じだったから、子供にとっては家語と外語なんやね。そう家語と外語ね、子供からしたら。うちの両親はこれ通じるけど、うちの両親と喋ってるこれはこの外の世界の人たちには通じないみたいな。そう面白いね。なんか SF 漫画作れそうやなそれで。なるほどね。4歳としてそのフランス語とバイで話せて、それをじゃあ家庭内でお母さんと話し続けたりとかしたんですか？実際にはムバイは家で話してなかった。あ、そうなんだ。俺日本語覚えるに従ってムバイがどんどん忘れていった。ああ、そっか。まだ4歳ですもんね。そうなんかもうところてん方式でもうグッとこう押し出されるようにマジで忘れていって、でも6歳とかぐらいになる頃には日本語はもう周りのことそこまで変わらんぐらいある程度話せるようになってたけど、もう小学校上がる頃にはもうムバイを忘れてて、小学校のある時になんかおかんが全然知らん言語で喋ってるの。カメルーンの親戚と「えっけんぼろブブラザンボ」とか言ってるの。おかんそれ何語って聞いたの。何語もなんかムバイやないの。この会話はフランス語やけど「ムバイやないの」みたいな感じで言われて「ムバイって何よ」って「あんた忘れたんだ。カメルーンのふるさとの部族語やで。あんた昔話しとったやん。俺がそれ?」みたいなぐらいの感じだった。へえ、そうだったんですね。そうぐらいだったら途中で分からんようになってたね。お母さんは多分もうずっとこっち
らっしゃったら、日本語もお話できますよね、今となっては。今となってはね、まあ確かに話せるけど、ボビー・ゴロゴンわかりますか？わかんないね。こうカットやね、じゃあ。けどね、お母さんね、一応ね、話せるけど、まあ片言の日本語や。じゃあルネさんと話すときはフランス語？そう、俺とうちの家変わってて、まあ6人兄弟、うちの家族なんやけど、両親が話すときはフランス語で話すのね。うちの家はね、フランス語で、父も母もフランス語で話す。で、子供と親が話すときは、おかんはフランス語で子供に話してくれて、子供は日本語で返すの。で、なんておかんは日本語そんなうまく喋れへんけど聞き取るのは結構できるの。で、子供はフランス語そんな喋れへんけど、聞き取ることはできるの、ある程度。だから成立するの。へえ、面白い。で、子供同士は関西やからもう播州弁っていう、関西の中のさらにローカル言語だけど、そういう関西弁で子供は喋って、親とはフランス語と日本語で、関西弁で喋って、で親父が東京の人なんやけど、親父はもう標準語っていうか標準語ずっと喋るんだよ。関西ずっとおるけど標準語喋るっていう人やったから、親父は標準語で子供に喋って、子供は関西弁で返すみたいな。だからフランス語と関西弁と標準語はもうぐる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 回ってるみたいな家庭環境があったり。そうなんですね。そうそうそう。でも逆にお家でさ、お父さんとお母さんは英語やったわけでしょ。そうですそうです。で、子供はどんどん日本語を覚えてくるやんか。親はどれぐらい日本語いける？うちの母親は日本に来てすぐ勉強はせずに人とのコミュニケーションで話さないといけない状態だったから、結構その言葉を覚えるのは早かったんですよね。で、そこからお父さんが来た時はもうビザ上お仕事ができなかったから、結構もう家にこもって勉強みたいなタイプで、だから読み書きがすごく上手になったんですよね。だから5年間でもうすぐ日本語検定1級取ってマジでもうただただ勉強みたいな。お父さんもともとエリートやもんね。なんかエリートかどうかはなんかうちの印象だからもうなんかパパって感じだけどすごいね、5年で1級取るってさ、だいぶよね。そうなんですよ。お母さんはだからトークができる、片言だけどトークができる、いまだに読み書きはできない。なんかいいね。なんかパパとママなんかニコイチな感じでね、喋って弟と筆記して書いてみたいな最強のコンビだね。そう、まさにそうだったんです。で、まあもちろん子供がどんどんこう上達してきた時に、まあ長女なんで、私が学校の授業で一回なんかこう国語の手紙の書き方みたいなのやった時に、家に帰って「今日手紙の書き方習ったよ」って言って「背景、季節の挨拶みたいな、で何々敬具みたいな、じゃあママの手紙書く?」とか言って。で、しれっとなんかそのパパと私の役割がこうちょっと変わっちゃって、今度私の方が日本語が上手になっちゃったから、お母さんのこの筆記担当が私になって、お父さんはもう自分で、もうその頃には仕事ができるようになってたから、翻訳とかそういう仕事をなんか手がけ始めたっていう感じ。いや、すごい、それもいいドラマやね。家族ドラマ。だからなんか言語の学習の仕方っていうのは2人とも違う学び方してたから、それをこうなんか間近で見てたっていうのは面白かったですけど、逆にその家の家庭の中でいろんな言語が行き交うっていうこともなかったし、妹が生まれてからは妹と日本語で喋っちゃうっていうところはあったんですけど、やっぱりそのバイリンガルに育ってほしいし、親として私たちの言語を話してほしいっていうのが多分あって、家の中は英語っていうこう決まりがあって、だから日本語で喋ってたら英語で話しなさいってよく叱られてた。でもそれはでもすごく良かったと思う。いや、今となっては本当に感謝なんですけど、逆にうちの家はそういうルールは特になかったから、子供みんな日本語しか喋らなかったから、フランス語みんな喋れへんからね。そのうちの弟や妹ってそんなほとんど喋れへんから、俺はかろうじて4歳ぐらいで来てるから、多少フランス語のベースがちょっとあったから、まだちょっとある程度はちょっと喋れるけど、まあ親と話したり親戚とカメルーンの親戚と話すのにまあ使うっていう感じで喋れる。なるほどなるほど。海外のルーツを持ってたら、学校でなんか日本語以外の言語は絶対得意だろうみたいな、なんかこう思われましたよね、絶対。公園とか行ったら「あ、アメリカ人や!」って言われる。ありますあります。絶対アメリカ人って言われる。「あ、アメリカ人や!」来た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 みたいな。
私もアメリカ人よくいただき言われるました俺よりもっと言われそうやねそう一番言われやすいそうそうそうでもそれでなんか逆に「いやドイツよ」とか言ってドイツに言えたアメリカ人と間違えられたイギリスの子がドイツに言えたややこしいだいぶややこしいけど、答えは毎回変わったんですけど変わってイギリス行ったりそうそうそうあとロシアもよく言われロシアも行ったからああいろんなヨーロッパ巡りしてそうそうしてきましたでも英語喋ってって言われてなんか喋ったりすることはなんか嫌でしたねでも嫌だ英語喋ってよって言われて何喋ればいいみたいななるじゃないですか内容をせめて台本よこせってそう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 何々は英語でなんて言うのくらいだったら確かにまあ教えてあげてもいいかなって感じですけどゲイしてる猿みたいな気分にあ分かる分かるなっちゃってそうなんか嫌だーってなんか感じでしたスイッチ押して喋らされた時はピッてトイストーリーのウッディみたいにこう引っ張ってこう喋るみたいなやつ扱いもんね私の背中の紐引っ張んなっていう本当そんな感じでした俺ありました俺なんか逆に、アメリカ人英語喋って言われて、いやまずなアメリカ人じゃないアフリカ人やああそうかアフリカのカメルーンやねポカーンアフリカのカメルーンみたいなアフリカとカメルーンの違いが分からへんあそっかレベルやろ子供やから、うんうんアフリカっていう一つの国があると思ってる子やから、アフリカのカメルーンあとな俺話すの英語じゃなくてフランス語やねフランス語アフリカでカメルーンポカーンみたいな感じで完全にもう空に行ってしまうみたいなそうですよね感じやったしで学校でフランス語ちょっと喋ってみてとかって言われて、フランス語こっち喋るのよねなんか、しゃあないなっつってなんか喋ったら、フランス語ってほんまにあんな感じみたいな受け信じてもらえてないいや多分テレビとか映画で見るフランスボシュ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 みたいなそのイメージはあるんやけどアフリカンフレンチやから、カメルーンのフレンチやし子供やからそのフランス人の話す、パリのフランス語とちょっとイントネーションとかが違う喋ったらなんかイメージなんか違うなんか違うってざわざわってなって勘弁してくれどうしたらいいやってやったのにみたいなどうしたらいいみたいなねだから小学校とかの時は友達はすぐどう割とできた合宿とかなんか郊外に行くとやっぱ珍しがられて、それで私ミドルネーム幸子なんですよ、だから合宿とかに行くと「さっちゃんさっちゃん」って喜ばれて「なんでこの顔で幸子やねん」みたいな感じで言われて、でそれでなんか友達はやっぱできやすかったと思います、向こうから寄ってくるそうですねもうなんか珍しいものやからまあ目立つよね、どうでしたやっぱすぐできますよねだから俺なんか幼稚園でできた友達が小学校もずっと一緒やったし中学校も一緒やったしやっぱこう珍しいからどんどんこう「あの人あの子誰?」みたいな「アフリカ人な」みたいななんかいろんな噂もう嫌やったのが小学校上がった時のもう休み時間のたんびに全校生徒が見に行くんだよなかったその儀式なかったなかった見に来んかった見に来んかったいやもうずっといてるからで多分田舎やったからこっちそう小さいある程度領域やからみんな知ってんのそう私の育った村は 8K しか家なかったおいでしかもその家が国道からこう見えるっていう家がだからあそこの家の外人でしょみたいなだからもう誰じゃなくても住みかも分かるしスーパーとかも全くの赤の他人が通路とかで「あロスジャズミン幸子さんや」とか言ってくるんですよ指差しで「なんでフルネーム知ってんの?」みたいなちょっとしたハリウッドスターみたいなちょっとしたもう子供の時からだからもう逆にみんななんかって見に来ることはなかったです家8軒8K 学校はあるのあったんですけど並行になって並行して合併した小学校なのにクラス14人しかいないっていう合併して14人そうすっごい、ね、でそれうちら学校で一番大きいクラスやったんですよ14人で14人で結構だいぶ田舎のめちゃめちゃ田舎やねそっか俺姫路市やから姫路市って割と人口結構多いから600人おる生徒の自分のクラス以外の子がみんなもう珍しがってわーっとこう見に来るような感覚や毎日のようにもう最初は毎日にうわーってうっとうしい子供やからもうめっちゃ家でこうずっとこうそうなんやでもまあそれを守ってくれたのも自分の同級生やお前いちいち見に来んなって言ってこう守ってくれたのは幼稚園から一緒やった友達が一応守ってくれるそれがあったおかげで助かったってそうですねそれで孤立だったらどうしようもないいや孤立やったらきつかったし多分全国では多分そういう子もおるけど外国系の子とかねハーフやったりする子で友達おらん状態はかなりきついなと思うねそういう意味では
逆にでもその600人近くいる学校で一人だったんですね、なんかそういう外国系の子が。そうね、俺が韓国系の人とか中国系の人とかがもしかしたら中にはおったかもしれへんけど、でも見た目であんまりはっきりと分からへんし、ああなるほど。それ多分オープンにはしてなかったから、俺の記憶では俺だけやったと思う。ああね、そうや。私の学校小さかったんですけど、全校で60人くらい、私の下の学年にブラジル人のハーフとインド人のハーフがいたんですよね。そういたの？いたんです。そんな人少ない？少ないのにすごいな。俺600人持って俺おらんかったのに。そうで、しかもめっちゃど田舎なのにやのにおったんですよ。まあ自分が年上だったから一番最初だったっていうのはあったんですけど、そのオール日本人の学校にこう明らか外国人っていうのが入ってくるのが初めてで、多分いろいろそこはなんか先生方もびっくりしてたとこあったけど、小学校とかで1個しか変わんなかったんですけど、なんで下にこうハーフの子がいるのに私ばっかりこうターゲットになるみたいな感じで結構思うことがあって、なんかそのハーフへのこう羨ましい気持ちみたいなのはあったんですよね。なんかこう日本人の血が入ってるからまだ仲間なんだみたいな、こっちはこう完全 100% 外人だからっていうのがあって、だからもし周りにそういう子がいたらなんかそういうの感じたことあったかなって思ってちょっと聞きたかったんですけど。俺の場合は逆に弟妹がはハーフなのね。あ、そっか、そうですね。そう、俺は前の父親の子っていうかね、まあ母は別れてたけど、俺はもう完全に遺伝子的には 100% カメルーンで、俺からしたらみんなカメルーンと日本のハーフって感じだから、弟妹がそうなんやけど、俺はなんか羨ましかったの、それが同じそうように。だから日本に住んでて歴史の授業とかやるやんか、日本の時に歴史の授業やっても俺はこの歴史の中に俺の先祖はおらへんっていう感覚があったの。俺は繋がってないからなこの歴史とはっていう感覚であってコンプレックスだったの。ええなみたいな。なんか地元のお祭りももう先祖代々その地域に住んでる子ばっかりから、おじいちゃんもひいおじいちゃんも、俺は急にポッとこう現れただけっていう感覚やから、地元のお祭りも俺はなんかその地元の長い歴史と関係ないしなみたいな感じであるしと思ってたので、俺はずっとそれはコンプレックスでなんだかなと思って。でも俺の弟妹からすると、弟のうちの一人はなんか逆に俺のこと羨ましいって一回言ってきたことがあって、逆に彼は日本人でにもなりきれへんしカメルーン人にもなりきれへんっていうか、どっちにもなりきれへんっていう感覚があって、中途半端って自分のことを思って、それやったらもう振り切って日本人ならもうシンプルに日本人、カメルーン人ならシンプルにカメルーン人の方が絶対ええって思ってて、羨ましいと言われて、で逆に俺は「いやお前の方が羨ましいやん」つながってるやん両方の先祖とちゃんとっていう話をして、あそういう発想もあるんやっていうのを弟とそういう会話をして、で俺も俺の方が羨ましいと思う発想もあるんやっていうのを交換したことがあって。同じ家族内でもそういうのがあるっていうのがまずレアだし、そういうでも会話をオープンにできるっていうのはいいですね。でもだいぶ時間経ってからやけどね。あ、そうなんだ。もう大人になってからです。お互い多分きっとアイデンティティクライシスじゃないけど、なんかこう考えるものがいろいろあったんですよね、きっと。兄弟多いとその辺こう話し合えるって思いがちやけど、全員が迷ってるから、全員がクライシスしてジャングルの全く違うところで迷ってる考え方なんだ。お互い会話もできひんぐらい一人で勝手に考えてるから。逆に妹とはそういうなんかあったの？こう話ありましたね。でもそれもやっぱりでも2人とも20歳超えてからで、なんか私が日本の国籍ないんですけど、そう両親が両親とも外国人だからそっかいうことで、でもふるさとは日本だし、日本国籍を取ろうかと悩んでた時があって、で妹に聞いてみたら、私は絶対にしないよそんなことって言われて、えみたいな、考えたこともなかったのみたいな言って、向こうは向こうでその国籍まで日本にしてしまったら、イギリス人要素がなくなってしまうって言ってて、もちろん外見はイギリス人なんだけど、話す言葉も綺麗なブリティッシュ・イングリッシュじゃなくて、やっぱいろんな人から英語を学んでるからこう混ぜこぜになってて、それが妹もちょっとこう意識してて、だからなんかもうイギリス人要素っていうのがどんどん薄れちゃってるみたいな、日本にいればいるほど。
だから私はパスポートだけは絶対にイギリスがいいって言ってて、私は逆にその永住権だと国から出て5年に1回は必ず戻ってこないとその権利がなくなるんですよね。ってなったら、じゃあ自分がもし世界旅したいってなったら、ふるさとに観光客として帰らないといけないことになるのかって、国籍取った方がいいのかなとか考えてて、妹と自分の中で結構差があって、そんなこと考えてたんだみたいな。そうなのね。こればっかりはもう人によって価値観が絶対違うからね、同じ家族内でも、そうやっぱり同じ家族内でもそのカメルーンっていう国をどれぐらい近くに置きたいか、どれぐらいこう行ったり来たりしたいか、まあ、兄弟の中でも、まあ、俺は割と3、4年に1回帰ったりして向こうの空気を味わって料理を食べて親戚と交流して、自分のルーツであるまずカメルーンと生まれ育った日本というのを行き来して、このバランスがなんか自分らしさやと思ってるのね。はい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 。やけど同じ兄弟の中でも、まあ、下の弟や妹って、まあ、5人おって、まあ、カメルーンと日本の母なんやけど、その中でもうちの何人かはやっぱカメルーンにも行きたいし、そこでこうカメルーンの空気を満喫して帰ってきたいっていう子もいれば、もう全然興味ないっていう子もいるんだよね。へえ、いるんですね。そう兄弟の中になんか日本で生まれ育ってるし、もう日本人の友達たちと育ってきたし、もう自分はもう日本の人間みたいな感覚で結構生きてたりする。なるほど。もうアフリカのイメージはもうその私たちが知らない人が感じるのと同じような、なんかこう典型的なイメージしか持ってない状態ってことなんですか。そう俺からしたらそこは結構重要やと思ってて、俺も実は幼稚園の時から日本をおるから、初めて大人になってからカメルーンに帰るまではなんかいろんなこうなんていうアフリカに対するイメージって日本の社会で見るようなイメージしかなかったの。なんかアフリカの情報、動物がたくさんおって、なんか紛争があったり病気があったり、なんかいろいろ難しいイメージやったけど、現地に行くとやっぱ違うのね。やっぱそこに住んでる人の顔がちゃんと分かるし、人間性も分かるし、そこに料理があったり音楽とか文化とか全体の空気感とかを味わってきて、自分の中のアフリカのイメージがバーンと吹き飛んで、一つのカメルーンのふるさととして新しいイメージができて、気持ちよく胸張って帰ってくるという経験をしてるから、俺としてはそういう経験をそれをやってない子たちにもやった方がいいよとは思うんやけど、本人たちのまあ人生やからね。俺が思うのは、確か日本で生まれて育っているのは確かなんやけど、でも自分の中にルーツがあるのは事実や。それを全部ないものにして生きていくのは逆にしんどいんちゃうかなって思うの。そう鏡の前に立ったらさ、そこにいるのはいわゆる典型的なね、その日本人とはまた違うカメルーンっていうルーツもやっぱ含んだ自分の姿があるわけやし、親戚がそっちにおるわけやし、自分が生まれてきた歴史の中にそのカメルーンっていうのも入ってきてるわけやし、人生のいろんなところでそれを思い出したり、まあ聞かれることもあるかもしれへんしっていうことはたくさんあるから、それをなしにして生きていく方が大変やと思う。そうだからアフリカに対するステレオタイプとかイメージプラスコンプレックスが合わさってこう大変なことになってんちゃうかなとは思う、俺からするとね。思うから、そうやって一回行ってきて見て、いろんな謎を全部すっきりさせた方が俺はいいと思ってる。それで日本に帰ってきて、そこからずっと日本にいても別にええと思うし、それでちょっとふるさと楽しくなって、その両方をこう行き来するような生き方をしてもいいと思うしっていう感覚はあるんだけどね。ああ、確かにね。私もその妹と会話をするときに、やっぱりその私たち2人ともまだイギリスに住んだことがないんですよね。ああ、そっかそっか。でもやっぱりこう一応イギリス人の血引いてるから、さっきのお話じゃないですけど、日本にこう先祖はいない状態で、もうルーツは向こうっていう感覚なんですよね。ってなった時にやっぱそれを知らない自分が恥ずかしいし、だからもう2人とも今後絶対イギリスに一度は住みたいって思ってるし、でそれが私はその逆にその日本をいろいろ旅して、なんか日本が好きっていう感覚になってるから、まあ日本人としてとか、なんか心日本人みたいな言い方とかもするんですけど、でももちろんその鏡見たらこれだからもうどう頑張ってもイギリス人だから、絶対になんかまだ半分
こう知らない自分がいるみたいな感覚なんですよ。うんでやっぱ妹と話した時も、いや私はまだそっちの自分を知らないから早く生きたいって言ってて、だからその国籍の話でも、自分はもう日本でもいいかなってなっちゃった側だったけど、妹はいやまだ知らないから絶対向こう知らないとっていう、こっち半分も知りたいっていう気持ちはあるから、もう賛成ですね。もちろんまだ経験してないけど、なるほど、そうだね、同じ家族とか兄弟内でも一人一人こう感性と経験がやっぱ違うからね、やっぱり答えとかね、その自分のなんていうかな向き合い方もやっぱ変わってくるっていうのはあるよね。なんかそれとはまた違った意見で、俺が聞いた意見、一つの意見としては、もう何人とかそういうものはもう気にせずに生きたいと、もう地球人であると、だからルーツはどうとか何人とか関係ないと、我ここにあるみたいな、我がここにいる、たまたま我が日本にいるだけっていう感じで、だから日本人とか何人とかルーツとかそんななしに、我ここに生まれて日本で生まれたから日本語をしゃべるし、ここでただ生きている、でそんな気にしないっていう意見の人もまあいるのよね、いるけど、でもなるほどなって思うけど、だいぶ先取りしてるなっていう感じがまだなかなかその世界はまだいろんな国とかルーツがの香りが片鱗が見える世界で、これが1000年ぐらい経ったらもう地球がもうみんな混ざりすぎて多分関係なくなる可能性もあるの、で俺たちの地球今生きてる時代ってまだちょっと前まではみんなそれぞれ固有のふるさとに、アフリカ系はアフリカにほとんどおるし、でアジア系はアジア系の人で、まあね、こっちにしかおらへんしっていう時代がちょっと開けてちょっと混ざり始めただけやから、まだそのどっから来たのがまだ周りから見ても分かるし、それがアイデンティティとも結構つながりやすい時代やから、ヨーロッパの方とかでもだんだんこう多民族化しているでしょ。俺のドイツ人の友達が言ってたのは、アジア系ドイツ人の友達が家に遊びに来たのね、でその子が帰った後にその女の子は白人の、まあ、いわゆるゲルマン系のドイツ人だけど、お父さんにさっきのこのルーツはどこって聞かれたらしいの、でその子は「いや彼女はドイツ人やで」って言って「いやドイツ人やけどでもアジア系やろ」って「ルーツがあるはずやろ」っていう、ドイツ人なんやけどアジア系やからルーツはあるはずやんっていうような、同じドイツ人なんやけど、だからまだこの俺らの世界っていうのはまだこの転換の時期なのね。まさにそうやと思います。その転換の時期、今後もどんどん変わっていくっていう、まさにそのこうみんながこう少しずつ慣れていって、いろんな人がいろんなところでこう生活をするっていう時代なんだなって思います。で自分これサチコースタルって私の中今ブランドでやってるんですけど、このロゴも色も実はそういう意味合いがあって、まあもう白とかブラウンとかじゃなくて、もういろんな色で、なんか動物も人間ももちろんルーツとかヒストリーはあるんだけど、それが全部共存してなんかこう一緒に誰がどこだからどうだっていう話じゃなくて、自分の持ってるルーツとかなんかその文化っていうのは大事にすればいいと思うし、すごい私も日本で生まれ育ってすごいこうふるさとを誇りに思ってるんですよね。でもだからといって日本人かって言ったらそうでもないから、そこにこのギャップにこう違和感を感じて今こうやって発信してるっていうだけで、でもそれで日本はダメだとか、なんかイギリスの方がいいとかそういうことではなくて、単純にいやこういう文化はある、でも辿ってきた家系は違うところにあるから、そっちも知ってみたいなっていうところはもちろんあるけど、どっちも持っててもいいよねっていうのをなんか作っていきたいなっていうので、どっちがいいどっちが悪いとかじゃなくて、もうそれぞれを大事にしながら、でもそれを複数持ってる人間がいてもいいよねっていうようなこうイメージでちょっとどんどん発信していってるんですよね。そうね、ちょっとね比べたがる人が世界に多すぎるのね。ね、比べなくていいのたまに質問で「あ、カメルーンから来た。あ、でも日本で育ってるんですね。カメルーンと日本どっちがいいですか?」とか「どっちが好きですか?」とか結構聞く人おる。でも俺からしたら比べる対象じゃないから、やっぱカメルーンにはカメルーンの良さがあるし、日本には日本の良さがある。なんとなく日本の方が経済的に発展してて大きな国でいいでしょっていうふうに思う人も結構おったりするのよ。でもそれって都会で暮らすのと田舎で暮らすのとどっちがいいですかっていうんで比べようがないやん。
確か都会には都会の良さがあるし、うん地方には地方の良さがあるし、それぞれの良さがあるよ場所には、はいでカメルーンとかアフリカにはアフリカの良さ、その街の雰囲気、音楽が聞こえてくる感じとか、うん人の空気感とか距離感とか、うん付き合い方とかの独特の感性とか、うんいっぱいあるのいいところが、その僕らが日本におってイメージするイメージだけじゃないものが無限にあるんだよ。うんで日本には当然日本のいいところがたくさん、まあ、日本人やったら、特に海外行って日本帰ってきた人やったらより日本のうんうんここはいい部分やなって多分分かると思うけど、俺はそれを両方見比べながら生きてるから、日本の良さとカメルーンの良さ、カメルーンここちょっとあれやな、日本ここちょっとあれやなって思いながらも、ひっくるめてマイラブふるさとやどっちもねそうっていう感じで比べないのよね、うん比べないそこはね、これはもうぜひね、もうカメラの前に比べないどっちもいいのよ、うんそういうことはあるよ、確かに。日本で育ったルネさんの笑いあり、発見あり、不思議あり、雲ちょっぴりありの生い立ちを書いたコミックエッセイが書籍化されています。私も一度読み始めると止まらない、わかるーの瞬間があったり、気づいたらお腹を抱えて笑っていたりして、とにかく大のおすすめです。本へのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひ読んでみてください。カメルーン代表、イギリス代表みたいな感じでで勝手にユニフォームを着させられてるよね。カメルーンのザ・インフォメーション知らんから、日本のことを今度はじゃあ担がないといけないのか、その国の代表になれる人ってほんま特殊な一部の人だけやから、代表なんてまずおらんし、あなたもなる必要はないです。